はい、やっとですね、目的地の島、博多島に到着しました。なんでこの博多島に、来たかというと、日本でナンバーワンと言われる、伝説の漁師のもとに魚の神経締めの仕方を学びに、博多島まで行ってみました。もう漁師なんですけど、自分で取った魚を、自分で池越しといって船の下を、くり抜いて、生けすを作って、そこで最低でも1日泳がせて、神経締めをして東京都内だったり、全国の一流店に直接送ってるという仕事をしているという方ですね。それでは早速会いに行っていきたいと思います。まず島に着いてですね、待ち合わせ場所でもあるここ、料理人の間ではすごく有名な赤吉。今赤吉食べてきたんですけど、いやうまかった。特にアマダイ、あれは衝撃。言葉を失いましたね。なんだろう、塩を効かせてるんですけど、アマダイのこの甘み、ほんとアマダイってつくぐらい身が甘いっていうのがすごいわかるぐらい、ほんと砂糖のような、もうなんだろう、旨味、これも口に入れた後も咀嚼してると口の中にブワーって広がって、いやー衝撃的な寿司でした。それとかもう全体的にもマダイも香りがいいし、なんか全部昆布の旨味というか、そういう系のなんか旨味がすごい強くて、なんか今まで食べてるタイが正直何だったのかなみたいな、そんなレベルで旨味のある寿司でしたね。いや衝撃的でした。これから藤本さんと合流して、作業場に行って魚を見させてもらいたいと思います。よい絶対これ痛いやん。ワイヤーで、はい、それが家の中と舐めればはい、味がする。それが美味しかったら美味しい。昨日なんですけど、藤本さんのご厚意で作業場の横にある家なんですけど、今は発泡とか置いてある倉庫として使われてて、そこにちょっと泊めていただくことになり、夜過ごしました。で朝一に、今日お昼予約してくれた、今治にある瀬戸内日本料理の篠田さんが魚を締めるということだったので、それに同行しました。でその後これまたご厚意で締め立ての魚をいろんな料理の仕方で食べたいかっておっしゃってくれて、仕込みも見せてくれるようなので、これから行っていきたいと思います。全部に酢が置いとったら、ぬめりがパンと結合して、白っぽくちょっとなってるけど、この私はもったいないけど、どうせ食べるんで尻尾をがっつり落とします。ないとこがある。なんか遺伝っていう人もいるけど、そうじゃないらしい。この間タチウオでも見たよ、そういうの。へえ。いいね、今日の。うわ。多分もう何時間こう置いとったらもっと発色すると。触ったらわかるけど、そんなにこのぬめりが。はい、キュッキュしてますね。はい。へえ。こう食べてみたいってやっぱ思っちゃいますね。最高なのめったにない。時期的にはちょっとあれですか、今もう遅れてきた感じですか？いや、今にちょうどいいぐらいよ。心臓生肝。
うまっ。皮ちょっと醤油ちょうだい。胃袋。こっちがちょどうぞはい、いただきます。食わさびあえ。べ。これも大にしてみたいもんと。うん。そこまで大きくないんですか？どうなんですか？大きくはない、まあ、普通。一番多いんじゃない？はい。大きいサイズだとどの辺まででかくなるんです私が触ったことあるのは、か？はい。8キロぐらいまで。8キロ？うん、これで何やば。かな。あ、普段せんのかこれ。そうなんですよ。したことないですね。身じゃなくて、はいこの皮を切り寄る感じはい。でやってったらそんなに失敗せえへん。結構皮自体は丈夫なんですか？丈夫。この骨とかに当てて、はいはいでもう皮をこう切り寄るイメージではいやってったら、面白いのがイノシシとかはい。羊とかさばく時の皮剥ぐのもはいすごい似とる。へえ多分フグこうやってしよったらそれもすぐできだすと思う。はい。今はね、はい梅干しと一緒に蒸しよる梅蒸ししよる。へえもうぶつ切りにしてであらで出しとって、はいそのこういう隅っことかではい。見とってご飯しようんやけど、うん。これもう捨てるとこですか全部？こっちは取れる。ああそうか、カエルのとこ
贅沢。すごっ。はい、大丈夫です。はい、おーあ、じゃあ切っとこうか、半分。もう半分でいいですか？すいません。そう。うまそう。お前どの次元の話をしようとって言われて。黒金御門。篠原さんの YouTube 見たいな、俺。いいっすね。あ、寒い。風めっちゃ強いんですけど、景色最高っすね、ここ。で、今ここ僕がいるのが展望デッキ A というところですね。で B もあって、もうすぐそこなんですけど、いやーでも今日とにかく寒い。風がすごい強くてやばいっす。風がやばすぎっす。こっち側風強すぎ、やばいやばい。いや風強すぎるんでちょっと避難します。やばい。まあ、あいにくの天気で、ずっと漁に出れて、ずっとっていうか、まあ、昨日から来てるんですけど、漁に出れなくて、明日の、朝から漁に出ていく予定で、まあ、今日の夜中2時頃から魚締めるっていうので、それを見学させてもらおうかなって思ってて、で、その後5時から、イカ漁に、同行する予定だったんですけど、急遽、今日の、9時から、タイの漁に出ることになったみたいなので、そこにも参加することになりました。で、やっぱめちゃめちゃ今風強くて寒いので、まあ、とにかく防寒着しっかりした方がいいよっていうお話だったので、今ワークマンで、防寒着揃えてきたんで、これでなんとか持ちこたえられるかなっていうふうに思います。まあこれ長袖ですね。で、この下に、ヒートテックとか、まあ、インナー着て、長袖着て、で、パーカーも着て、で、その上から、まあウルトラライトジャン着て、で、その上に、まあいつもスノーボーで着てた、このジャケットっすね。まあフードもつくんで、まあこれ着れば上は完璧かなと。で、下も、ヒートテックの、まあ、桃引きみたいなのと、あと、これですね、スウェットみたいなのを履いて、で、その上から、この、今日ワークマンで買ってきた、まあ、これ、防風と中にこう、モコモコ入ってるんで、まあ、これ着て、いこうかなと。で、まあ、靴下もね、持ってきてるのプラス、これ履いて、で、その間に、靴下の間に、これだから、最初この靴下履いて、で、それでこれくっつけて、その下から普通の靴下履いて、で、かつ長靴で、長靴の底に、こいつ敷いてやろうかなと思って、もうこれで足ね、
意外とね、体は、動いたりするとね、温まるんですけど、足先からめっちゃ冷えてくるんで、まあ、こんだけ準備すれば。で、あとはね、腹のタイプの北海道、これはポッケに入れておこうかなと。9時から2時ぐらいまで漁に入れて、で、2時から魚締めて3時間ぐらい。今度5時から夕方の5時まで漁に出るんで、ほぼね、1日出ずっぱりになるんで、これはね、ちゃんと防寒着していかないと、あとね、篠田さんから、酔い止めももらったので、もうこんだけ準備すれば完璧でしょう。今、夜の9時なんですけど、港から出港してます。しっかり防寒着着てたんで、準備したんで、意外と大丈夫そうですね、今のところ。酔い止めも飲んだんで、たっぷり。三日月がね、出てますね。これから20分ぐらい走って、漁場に向かうそうです。今網を、入れてここから、引っ張っていくそうですね。でこれ取れてる方なんですか？いや、全然少ない。これ全然少ないですね。それ今何するんですか？これエア抜き。ああ。
番良かったよ。一番初めのが一番良かったよ。いや、俺が一番いい。一番初めのが良かったよ。次は良かったよ、一番初め。あ、今日の朝、はい、食べました。塩だれに刺された。おい、一番開けるよ。はい。何？入れたやつは分かっとるけん大丈夫。
初めてこうやって漁船に乗らせていただいて、普段いつも市場で見てる、並んでる魚とか、お店で扱うものが、どのような現場で、取られているのかとか、その現場の生の声を聞くだったり、見たりすることができて本当に勉強になりました。こんな冬の寒い中ね、12時間も本当にすごいなって思いました。で、今回ですね、急遽愛媛に来ることになったんですけど、忙しい中快く、受け入れてくださった、藤本さん、藤本ファミリーの皆さん、紹介してくれて、漁船乗せてくれた方、美味しいタイを、食べ比べさせてもらったりと、本当に現地でしか、できない体験をすることができました。そして何より本当にタイのうまさ、うまみっていうのを感じることができて本当に幸せです。すごい勉強になりました。またぜひ、戻ってきたいと思います。それでは、今日は、ここで、僕の最初の YouTube を終わりにします。初めてなんで、全然不慣れな撮影とか不慣れだったりしたんですけど、今後また、海外行ったら定期的に上げていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。今度は次は海外かな。ちょっとまた、期間空いちゃうんですけど、海外に行った時に、またどんどん上げていきたいと思いますんで、気長に待っててください。それでは。